この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は初心者必見、横顔を描く時の注意ということで、この前ですね、Twitter でこんな質問をしました。横顔の描き方って動画で知りたいですか？そうしましたところ、1、2時間後に見たら、はい、なんと1300いいね以上ついていました。皆さん、横顔の描き方、苦労してるんですね。確かにね、横顔ってちょっとバランスを取る難易度が高いのと、正面顔と違ってちょっと記号的に描くのが難しいので、結構ね、苦労している方多いと思うんですよ。でもね、イラストでも漫画でもそうだと思うんですが、意外と横顔を描く場面って多いんですよね。なので今回は、そんな難しい横顔の描き方について、初心者でもわかりやすいように、どうやったらダメな横顔になってしまいやすいのか、そしてどこを意識したらダメな横顔を回避できるのか、根掘り葉掘り丁寧にお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、横顔は描きたいんだけど、でもいつも変になっちゃう。自信がない。そんなお悩みを払拭して、横顔って顔の半分しか描かなくてもいいし、むしろ楽勝じゃん？そんな風に変化していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。ダメな横顔の描き方。まずですね、僕がよく見るダメな横顔の描き方にこんなのがあります。いや、ダメってことはないんですが、ちょっとダメになりやすいって感じでしょうか。はい。まずね、正円を描きます。そしてその円を4等分するように垂直に十字を切ります。横線の下に1本棒線を引き、左下にこのように直線のあたりを引きます。さらに円の右下に首のあたりを引いて、円の中央少し下に耳のあたりを取ります。はい、最後にこのように鼻と目のあたりを取ったら、この補助線に沿って横顔を描いていくというやり方です。はい。ちょっとこの段階でも違和感を感じる人多いと思うんですが、わかりやすいように色も塗っちゃいましょう。色を塗った方が形の違和感に気づきやすいですからね。はい。どうでしょう？ちょっとおかしい感じしますよね。僕が思うにポイントになっているのは、一番は顎下のここのラインが異常に長いので、まるで犬人間みたいにマズルがぐーんと長い生き物になっちゃっている失敗例をよく見かけます。あとは目の描き方にも問題があります。これは正面ではなく横顔なので、目も横を向いていなければいけません。でもね、記号としての目を描き慣れてしまっていると、目だけ正面っぽく描いてしまうことがあるんですね。それと人種によっては、特に日本人はあまり後頭部が出っ張ってはいないんですけど、イラストにして映える頭の形って、ある程度後頭部が出っ張っていた方が見栄えがするんですよね。なので、後頭部をもう少しせり出しているようにするのが理想です。今言ったことを解決するための僕流の当たりの取り方を紹介していきますね。この当たりの取り方を覚えれば、今言った問題点を自然に解決できちゃうと思います。当たりの取り方。まずはさっきと同じように正円を描きましょう。そしたら円を4等分するように十字を切っていきますね。ここまではさっきと一緒です。そしたら今描いた十字を少し傾けた位置に、こんな風に傾けた十字を切り直してください。角度は特に決まってないので目分量で大丈夫。円の左端から垂直に線を下ろして、次に円の左下にこのように補助線を引きます。さっきは真ん中の垂直線を利用して首の当たりを描きましたが、もう少し前にですね、首の当たりを描いてください。角度はさっき少し傾けて描いた十字線に沿うような角度です。はい。次に鼻を描いていきます。鼻は好みにもよりますが、さっき円の左端からまっすぐ下ろした垂直線を若干はみ出すぐらいの高さが見栄えがすると思います。鼻の頂点が決まったら、そこからさっき描いた四角い補助線の角をめがけて線を引いてください。これで顔の輪郭の当たり線ができました。耳は真ん中の十字の部分に耳の上の付け根が来るように描きます。そしたら目ですね。目は傾けて描いた十字の横棒に沿うように三角を意識しながら描きます。表情にもよりますが、眉毛は最初に引いた十字のラインの横棒あたり、口は鼻と顎のちょうど中間あたりに描くと良いでしょう。はい、これで横顔の当たりが完成しました。
横顔を描く。さあ、今描いた当たりを薄く透かして、早速横顔を描いていってみましょう。基本的に補助線に沿っていれば、いい感じのバランスになると思いますが、あまり直線的な線になりすぎないように、少しだけ柔らかいカーブを意識しながら描いていきましょう。あまりにもね、きちっと描こうとしすぎて、直線的になってしまうと、絵が硬くなってしまう原因になります。今回は形がわかりやすいように簡単に色もつけていきます。絶対にね、このような手順で描かなきゃいけないというわけではないので、色付けの作業は省いても大丈夫ですね。はい、素体ができましたので、これに髪の毛を生やしていきましょう。髪の毛もセットで描いてあげないと、バランスがいいのか悪いのか判断がつきにくいですからね。はい、一旦今描いた素体を薄く透かして髪の毛を描いていきます。髪の毛の描き方については、今回は省きますが、以前紹介した動画、有料級プロ絵師が髪の描き方完全解説を見ていただけると、どのように考えて髪の毛を描いていくと、いい感じの髪の毛が描けるのか知っていただけると思います。構造がわかりやすいように、インナーカラーを鮮やかな青にして、アクセサリーも少し追加しておきますね。はい、どうでしょう。少し目が大きめのアニメチックなデフォルメが入りつつ、でもそこまでデフォルメがきつすぎるわけではない、バランスの取れた絵柄の横顔のイラストが描けたと思います。ポイントなのは、さっきも言った顎のラインですね。さっきの当たり線を使って描くと、顎下が異様に長くなってしまいましたが、今回僕が紹介した当たりは、少し顎を引いて、顔全面をうつむき気味に調整した当たり線です。これによって、顎が長くなりすぎるのを防いで、自然なバランスに描きやすいと思います。それとですね、首の位置を少し前に持ってくることで、後頭部が程よく後ろにせり出した、見栄えのいい形にすることもできますね。どうです？めちゃめちゃ横顔描きたくなってきましたよね。あ、でもちょっと待ってくださいね。この先を見ないと損しますからね。これから紹介するテクニックを知っているのと知っていないのとでは、横顔の表現力が段違いに違ってきます。流行る気持ちをぐぐっと抑えて、続き見ていきましょう。正面を向かせる。ここまで見て、こう思った人もいると思うんですよ。じゃあ、正面を向かせるにはどうすればいいのって。はい、それはですね、超簡単です。今描いたバランスのいい、ちょっとうつむき気味の横顔ありますよね。そいつをね、首と顔とで切り離してですね、顔の部分だけ前に回転させればいいんです。で、そこに首をこんな風にピタッ。はめてあげる。ほら、もうそうするだけで、正面を見た横顔ができちゃいました。あ、髪の毛はね、ちょっと重力に逆らったみたいになっちゃったので、髪の毛だけ少し下向きに回転させてあげるなどして、自然な感じに調整してあげてください。慣れればね、最初からこの向きで描いていくことは簡単にできるようになりますが、しばらくはさっき紹介したように、少しうつむき気味の当たり線を使ってバランスをとって、そのバランスに慣れたら、顔の向きを正面だったり、上向きだったり、自由に変更して描いてみる。そうすることで、極端にバランスを崩さずに、横顔が描けるようになると思います。手前に首をかしげる。さて、ここからはちょっと応用編ですね。横顔と一口に言いますが、横顔といえども、いろいろな角度があると思うんですよ。こんな風に首を手前にかしげたり、逆に奥にかしげたり、あとはちょっとだけ手前を向いて、奥の目も見えるような横顔もあるじゃないですか。今紹介したね、バランスを習得した上で、これから紹介していくような傾きまで意識できるようになるとですね、キャラクターがめちゃめちゃ表情豊かに表現できるようになるんです。まずは首を少し手前にかしげたパターンです。最初に補助線を引いて説明すると、こんな感じです。黒い線が今の状態を表した補助線ですが、これを赤い補助線のように変形させていきます。これ何をやろうとしているかっていうとですね、要するに首を手前にかしげるわけですから、頭の面積がより多く見えて、顎がより見えなくなるわけです。なので、手前にあるパーツを下に移動させ、奥にあるパーツを上に移動させるような変形をかけていきますね。まず、耳から下に下げていきます。それに合わせて髪飾りと目も下に下げますね。奥側の髪の毛は逆に上に上げて、首の傾きを表現します。顔はね、ちょっと無理やり変形させてしまったので、今変形させた顔をトレースして、新たに描いちゃいましょうか。そしたら、手前の前髪は少し下に移動させて、はい、ここポイント。髪の毛のハイライト。
これはですね、さっきは直線的に入っていましたが、より円を描くように描きましょう。そうすると、一気に首がかしげた感じが表現できます。見比べてみると、はい、こんな感じ。同じ横顔でも、さっきと今、かなり表情が違う感じがするでしょ？ちょっと困った感じとか、あとは塩らしい感じを表現したい時には、この首の傾きは有効かもしれません。奥に首をかしげる。次は首を奥にかしげたような横顔を描いてみましょうか。どのように変形していくかというとこんな感じです。黒のあたりが今で赤と青が変更予定を表しています。さっきと逆に手前にあるパーツを上に移動させ角度をつけます。前髪とかサイドヘアも一緒ですね。で、奥側の髪の毛は逆に下に下げます。奥の髪を下に下げることによって見える髪の毛の内側の面積が増えたのがポイントです。さあ、実際に変形していきましょう。まずは手前にある髪の毛、サイドヘア、耳を上に上げます。逆に奥にある髪の毛は下に下げますね。今変形した角度に合わせて目、鼻、口にも角度をつけていきましょう。変形させたら先ほどと同じように薄く透かしてもう一度線を引き直していきます。そして最後のポイント。さっきは円を描くように髪の毛のハイライトを調整しましたが、今度は逆。上に弧を描くようにハイライトを入れてください。これで奥側に首をかしげているニュアンスが一気にわかりやすくなりました。見比べるとこんな感じですね。少し挑発的な表情を強調したい時にはこういった味付けが有効かもしれません。少し奥の目が見える横顔。さあ、最後のパターンも紹介しましょう。というかもしかしたら、このパターンの横顔が一番描きたい人が多いかもしれません。少しだけ奥の目が見えている横顔ですね。と言っても考え方はさっきと一緒です。さっきは首をかしげることによって手前と奥のパーツを上下に移動させましたが、今回は奥の目を見えるように少しだけ横方向にカメラを移動させるわけですから、横方向にパーツがずれます。手前のパーツを右に、そして奥のパーツを左にずらします。こんな感じですね。さあ、今説明した方針に従って変形をかけていきましょう。まずはサイドヘアと耳をガッと右に移動させます。そしたら同じように目も右側に移動させて、同時に鼻の奥の方に少しだけ見えている目を追加しましょう。こっちを向いたわけですから、鼻と口も少しだけ内側に移動しますね。今回もちょっと変形するときに線が途切れたり汚くなってしまったので、今変形した絵をトレースして新たに描いてみますね。この角度のイラストを描くときに難しいのは、やはり奥側の目。このね、少しだけ見えている目でしょうか。見えている面積が極端に狭いですが、目は口ほどに物を言うというように、たとえね、ちょっとした面積であっても、かなり目によって印象が左右されます。狭い面積だろうと、適当に描かずに奥の目を丁寧に描いてあげること。それが、この角度のイラストを描くときの最大のポイントになると思います。はい。こんな感じですね。ほぼ横顔ですが、奥の目が少しだけ見えることによって、さらに表情豊かなイラストに仕上げることができちゃいました。いかがだったでしょうか？まずは最初に紹介した横顔のバランスを習得して、違和感のない横顔をバランスよく描けるようになること。そしてそれをアレンジするように、前向きや首の傾き、そしてカメラを左右にずらすなど、アレンジを加えられるようになれば、横顔と一口に言っても色々な表情の横顔を描けるようになると思います。ぜひ今日紹介した横顔の描き方参考にしてみてくださいね。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか？それと今回は横顔の描き方についてお伝えしてきましたが、途中ですね、首をかしげて角度のついた横顔を描いていく際に顔の断面を意識したような当たりの描き方をしていったことにお気づきになられた方も多いと思います。ああいった断面を意識するような描き方ってどうすればいいの？と思った方はこちらの動画、完全版ポージングをうまく描く方法を見ていただけるとより一層理解が深まると思います。こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。お知らせです。なんと、角川さんより、2022年12月、そして2023年の1月と、2ヶ月連続で僕の書籍が発売されます。12月に発売されるのはこちらの本、7日間で上達、斉藤直樹式お絵描きドリル。こちら少しだけ中身を見せてしまいますが、とにかく効果的に短期間で絵が上手くなりたいという方に向けてですね、この順番で、このポイントに気をつけて絵を練習すると、ぐんぐん実力がついちゃうという方法を YouTube 動画の中から厳選して、7日間
短で集中的に実践できる形にギュギュッとまとめた本になっております。こちらめちゃめちゃ嬉しいんですけど、VTuber の宝生マリン船長もおすすめしてくれています。動画では言えなかったけど、これも言えばよかったなっていう追加情報や補足情報も掲載し、充実した内容になっております。1日目、絵がうまく描けるようになる書き順。2日目、ポージング練習で発見を得る。3日目、構図で絵のうまさを引き出す。4日目、とことんラフ練習。5日目、模写の効果的なやり方。6日目、ゼロからのイラストの描き方。そして7日目、連作の作り方と実践的な要素を重点的に詰め込みました。でも7日間一人で取り組むのは辛い。やりきる自信がないという方はですね、専用のハッシュタグトライを用意しましたので、 SNS に投稿しながら仲間と共に楽しんでチャレンジしていただけます。こんな風にね、僕の絵を模写してみる課題もありますね。また作者2さんとの対談やご協力いただいたプロイラストレーターさんの連作の見本作品も多数掲載。そして Amazon 特典購入としてカバーイラストの未統合 PSD データや、さらにちょっとこれについてはいるかどうか微妙なんですけど、斉藤直樹の応援ボイスもついてきます。そして1月に発売する添削講座は大好評いただいている気まぐれ添削の第2弾です。こちらも前作のようにビフォーアフターを並べつつ、ポイントごとに解説を加えた分かりやすい仕様なのはもちろんのこと、書籍でしか見れない新しい企画も用意しております。こちらについてはね、まだ制作段階なので中身はお見せすることができませんが、こちらもぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。7日間で上達、斉藤直樹式お絵描きドリルは12月発売。そして気まぐれ添削第2弾は1月の発売になっております。そして12月発売のお絵描きドリルは本日より予約が開始しております。概要欄に Amazon の URL を貼っておきましたので、こちらからぜひぜひご予約お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。